おはようございます。前回の動画で最後で撮影しましたが、チンコギ行った後の早速もう桁に書いております。今日も海苔あげるんで、今日はちょっと桁で、前回のチンコギの一応海苔のとこ行ったんですけど、前の日もうあげてやってるんですよね。でも2日目でね、あれだけ取れればもう自分としては十分満足でした。今日はですね、ダベジなのでシャコがいるんじゃないかなと思いますけど、ヒラメやカニもね、取れてくれたらいいですが、自分のチャンネルの記録動画にも残ってますけど、自分が YouTube 始めた頃はそれにテナガタコもいたんですが、めっきり見なくなりまして、タコ類とカレ類はほんと消えた感じですね。消えたって言ってもゼロじゃなくて、いくらかは夜行けばね、テナガタコいくらかいるんですけど、今日はね、みんなで同じとこやるんで大変ですけど、エビ拾い、シャコ拾い頑張ってやっていきたいと思います。乗り上がるまでまだ3時間ほどありますんで、いつものところをまずやりたいと思います。乗りはあっちです。ここはいつものとこです。大潮なんですけどね、自分がよく動画の中で言う傘が入ることがありますってまさにこれですね。ちょうどたまたま破れたんでこっから出るかな。これ入ったら出ないんですよね。海のど真ん中ぐらいで自転車入ることありますね。出るかなあれ。シャコ動画まあまあ石ガニもおるし、この紫のやつはちょっと味が薄いです。でもやっぱりちょっと大潮にしてはいまいち感が美味しい。芯のがとにかく少なかったですね。さっきの傘回収しましたけど、むしろ入っとってくれてよかったかもしれません。網に穴が開いてることに気づけました。時間気にしてなかったですけど、あんまりいい時間じゃなかったですね。当分悪い時間が続くんで、撮影再開はノリの後になるかもしれません。ここが潮の流れが速いんですよね。あとはこの看板の何百センチかの差で速さ決まるんですけど、どっちにしてもこことここが潮が速い時間です。谷の一番下と山の一番手って。みんな集まってますね。もうどうも開けたっぽいっす。行ってみましょう。一応この網だけ撮影しときましょうか。では網上げてこのまま走っていきたいと思います。海苔3つあるんですよね。沖ベタ、中間ベタ、岡ベタです。到着しました。中間ベタから先に上げたみたいですね。岡ベタはもうおとつい上がってます。みんな中間ベタやってます。沖ベタ上がるの待ちましょうか。自分は上げるとなったらもうすぐですね。5分ぐらいで一番端っこ上げてしまいました。ではちょっと行きましょうか。潮がよく走ってるのが分かりますね。V でませんけど、だいたいこの受けのラインに大物が多いんですよね。真ん中辺はね、あんまり大物はいない。ここが端っこ。1番目はまだシャコが出てないと思いますけど、もっと下の半といけんな。軽く来ましたね。
ったな。海藻がやっぱ激しいんで。まあシャコは出そうな感じはあります。さぬき目干しシャコの食べれるサイズじゃないですか。どんな味なんか食べてみましょう。だいぶ気をつけんといけんようですね。オコゼはすぐ取ってしまうと思うんですけど、海藻で見えづらかったと思うんですけど、下からエビとかもたくさん出てきて、この網は結構忙しかったですね。1番目と2番目合わせてですけど、シャコがこれだけ。爪の上です。無事なだけでも良かったですね。片爪なくなったけど2枚も乗ってました。おい1番4枚、すごい。5枚6枚、すごい。1番6つ。アルビノ美味しくありません。これはちょっと本気で忙しいです。だんだん増えてきてますね。しかも大車高多め。はい、カニ2つ。見えにくいですけど、シャコも石金もいたり、シャコもそこそこいます。溶岩もいたり、あとこんなやばいやつもね、本当保護色でわからない。ヨウジウオも見え出しました。タツノオトシゴの仲間。顔がそっくりですもんね。すげえ出汁が出るんですけど、硬くて食べれません。イイダコすぐカニのとこ行くんですよね。よっぽどいい匂いがするんでしょうね。シャコ一気に増えましたね。そして今日はヒラメが当たらない。でもカニが超順調ですね。まあ多かったですからね、今年秋が。今日一じゃないんでしょうか。軽いな油なんでしょう。イワシ。網が汚れるんでみんな網洗ってますね。ほんとカニが、今日はほんとカニがいいですね。シャコめっちゃ出た。これは結構すごいですね。爪の上です。おかずもおりました。
車庫が絶好調。素晴らしい。一瞬トラフグかと思いましたやん。尻尾が似てますね。2本。ヒラメはこんけど、ここにもカニ。絶好調ですね。ほんまいいおかずができました。皆様からお勧めしていただいたアルコールが続々届いてるんですけど、今日はもう焼酎ですね。これ2番分ですけど、車庫すごい。すぐ切れるかと思ったんですけど、切れませんね。今年はまあ車庫も多いし、車庫もいない年は全然いないんですけどね、おる年はこんな感じでたくさんおりますね。もうこれの繰り返しですね。切れない。ついに来ましたね、ヒラメ。しかし残念。爪の上です。カニさらに2つ追加です。さらに追加。カニすごい。今日は。さらに追加。マジですか。2つ。もうすでに粉海4つ。よいしょ。さすがにちょっと疲れてきました。でも一応あと3番頑張りたいと思います。今2時です、昼の。猫背にやられたかと。でも今の痛みは車庫ですね。ラストです。ラストまで素晴らしい。ほんとカニがなかなか切れんかったですね、最後まで。ダブル、おー、トリプル。まあボーナスタイムではあるんですよね、ラストが。素晴らしかった。オコゼも最後まで切れず、ほぼ。いや、めちゃめちゃ疲れました。
では今から港へ水際にしながら、前回の動画ではこれで袋を開けて水際で帰ったんですけど、ヒラメが残っとってくれたんですよね。よいしょ。いや、素晴らしかった。最後まで素晴らしかったです。入ります。鳥島へ。下から出てきたんで4枚いました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、どうでしたか？ヘロヘロです。ここ数年の中で一番乗り網上げた後、今年が一番いいんじゃないでしょうか。そうなん。おこぜ。ここですぐ終わるか思ったけど、終わらん。最後までおった。おこぜフグ。刺されんでよかった。バだな。すぐ刺される。動画よう死ぬね。動画。3分の1ぐらい死んだかも。あれまあ。今年はノリの後はガラは少なめ。ガラは少なめだな。まだよう死ぬ。これも5分の1ぐらい死んだかも。一番いい。一番も飛びきた。いい学校に。いい学校もちょっと。石がね。チヌは15キロぐらい。少なめですね。ほんで本日のメイン。大中が多い。多いね。やったね。読むのが大変ですけど。でこれがメインだと思う。ところがどっこい。メインはこれなんですな。こちら。すごい。しかもサイズもそこそこいい。やったね。これ、多分のり上げた後でカニこんな男ない初めて。23年間で一番多いと思う。赤ゲタも2棚ほど。こっちはこっちな。これだけおったら十分か。何が何かわからなくなってチヌ1匹だけ入れて。今日はもう大量でした。お疲れ様でした。はい、ほんま疲れた。みんな出てました。みんな言ってましたね。頑張りましたね。皆さん今日もハードワークぶちお疲れ様でした。皆様おすすめのお酒を勧めていきたいと思います。どれにしようか悩みましたが、今日はこれ行ってみたいと思います。100年の孤独。これはですね、天使の誘惑。自分ウイスキーもバーボンも焼酎も飲むんですけど、ブランデーも行きますが、このシェリーダルで寝かした天使の誘惑とハマりしましたが、なんとこれはホワイトオークダルで熟成された焼酎です。こちらは芋、こちらは麦。これは楽しみですね。これも美味しいですけど、これも美味しいですよというコメントいただきましたし、そもそもこれはですね、だいぶ前からお勧めしていただいておりました。ちなみにこちらは10年以上熟成で、こちらは3から5年です。3から5年でどれぐらいホワイトオークダルの香りがついてるのでしょうか。バニラ。麦焼酎の香りですけど、樽の匂いついてますね。バニラです。ちょっと調べてみましょう。熟成された琥珀色の非常に希少なプレミアム麦焼酎。味のとこはちょっと見ないようにして先入観を持たないようにしたいと思います。生産量が限られており、入手が困難なプレミアム焼酎として有名。ストレートロック。いいですね。グラスで注ぐとね、また香り変わるんで。ちゃんとちょっとだけ色がね、真っ白ではない。天使の誘惑の時もですね、琥珀色って書いてたんで、あれ全然琥珀色でないって言ったんですけど、後から飲むとね、やっぱりちょっとうっすら琥珀色です。ではいただきたいと思います。麦焼酎です。ただ普通の麦焼酎にはない独特の香りがありますね。これがホワイトオークの香りなのかな。チョコレートとバニラのなんかちょっと合いの子のような、相当美味しいですね。ちょっとほんと普通の焼酎を超えてきてる感じの。ただどうしても天使の誘惑と比べてしまうと、もうここまで来ると好みの問題だと思うんですけど、カカオ、バニラ、チョコレート的な麦焼酎か、ブランデーのような芋焼酎かどっちが好きかの問題ですけど、自分はこっちかな。自分の中でこれを超えれる焼酎なかなかありそうないですが、もう香りがやっぱり香りが好きですね、こっちは。ではちょっと味の評価を見てみたいと思います。ココナッツ、バニラ、香ばしい麦の風味、まろやかでとろみのある口当たり。バニラはもう最初の第一印象がバニラでした。ココナッツか、なるほど。そう言われたらココナッツ。
まあ、自分の中ではカカオだったですけど、まあ、ココナッツと言われればココナッツです。香ばしい麦の風味は当然麦焼酎なんでありますね。まあ、そう言われればですけど、ただの麦の香りじゃなくて香ばしい麦の香りですね。今日いた平らぎなんですが、一番乗りでね、これがまた焼酎に合いそうなんで完全にいいつまみになってくれると思うんですが、まあ自分の中では岡山の海産物1位一番乗りだと思うんですが、2位が平らぎなんですの組み合わせと、それの組み合わせと100年の孤独はちょっと贅沢ですね。これはついでに今日いた讃岐目干しシャコ、種類違うんですよね。明らかに違いますよね。いただいてみたいと思います。ちょっと身が普通のシャコより柔らかいな。こんな感じですか。硬っ、尻尾硬っ、ゴツゴツしとる。味は普通のシャコよりかなり薄いですね。これは無理して食うようなもんじゃないですね。これ普通のシャコの方が圧倒的に美味しいですね。普通のシャコの方がもう余裕でうまいです。ちびちびやるには最高ですね。これ今回もご視聴ありがとうございました。アッピー、今日も来たんですか。撮影に協力的なアッピー、ちょっと